はい、それではですね、セッションの方始めたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらのセッションですね、About IoT Central と、and、IoT Edge ということで、進めていきたいと思います。よいしょ。はい、私ですね、メインでスピーキングさせていただきます。リーシティブズの林と申します。あともう一人ですね、ちょっと、お手伝いしていただきます。ドラえっと、デバイスドライバーズの、日高さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。で、先ほども、言いましたけども、喋るのは我々だけでして、もし何か質問等ございましたら、Teams のチャット欄ですね、有効にしていただいて、そちらの方にメッセージ入れるようにお願いいたします。はい、じゃあ早速始めていきたいと思いますけども、最初に自己紹介ですね。私、林義則と申します。株式会社 G システムズで、勤めております。で、Microsoft MVP、Windows Development というカテゴリーで、2016年から、受賞させていただいております。はい、まあ、普段は、システム開発というか、業務用のシステム開発をメインにしてるんですけども、こちらの MVP のカテゴリーは、IoT デバイスとか、そちらの方で、MVP になっておりますと。なかなか仕事と、あの、内容が合わないんですけどもね。で、マイコンボードの収集が趣味で、積みボードがたくさんだったりしますと。はい。それではですね、今日のアジェンダの方にきますけども、Azure IoT Edge と、あとは Azure IoT Central、こちらの方はメインで、話させていただきたいと思います。あとですね、タイトルの方に出てなかったんですけども、追加で、ドットネットナノフレームワークというものについてもちょっと最後お話しさせていただければなと思っております。はい、それではですね、簡単に、Azure IoT Edge という、まあ、あの、IoT 関係のですね、なんですかね、マイクロソフトが提供している、えー環境というか、プラットフォームになるんですけど、えーっと、すでに使ってらっしゃる方っていらっしゃるんですかね？どれぐらいの方が使ってらっしゃるんですかね？一応今はですね、IoT エッジとして、利用でき公開されているバージョンというのが今2つですね、ありまして、1.1、LTS ということで、ちょっと長めの保証がされているものと、現行がですね、1.2というふうになっております。で、ITH 自体はですね、まあ、簡単に言うと何かというと、今、実際に使われる場面としては、ラズベリーパイですね。ラズベリーパイ上の、Docker 環境で動くというか、実質 Docker なんですけど、Docker 環境で動くコンテナプラットフォームみたいな感じのものですかね。えーっと、まあ、あ、実際に使ったことがある方は、なんとなくイメージがわかると思うんですが、Docker コンテナの中に、エージェントと呼ばれるアプリケえっと、モジュールと、あと、えっと、エッジハブですね。IoT エッジハブという、ちょうど IoT ハブというのが、クラウド側にありますけども、あれと同じ機能を持ったものを、デバイス上に、え載せてあるというか、モジュールがありまして、それで、連携して、あと、クラウドの方の IoT ハブと連携してですね、データ通信を行うというような仕組みになっています。あと必要に応じてですね、Docker コンテナですので、自分が必要な機能ですね、センサーのデータを取得してとか、そういった部分に関して、あと、あの、ビデオカメラですね、ウェブカメラとかビデオカメラの画像を取得するとかいった、追加のモジュールですね、カスタムモジュールなんかは自分で作って、実際に作るのはこれ Docker です。Docker のシステムです、完全に。あの、普
通にドッカーファイルを書いて、えっと、言語も、Python、大概は Python が多かったりしますけど、Python であるとか、もちろん C も使えますし、C++ もやろうと思えばできますし、え試したことはないんですけど、多分ドットネットでもいけるかなという感じですね。で、今動く環境としては、こちら今上がってますけども、ほぼ Linux 系のシステムですね。バージョン1.1に関しては、Windows 用のモジュールが、あったんですけども、あったんですか、今でもあるんですが、サポートがもうなくなりますと。で、最新の1.2は完全にもう Linux、Ubuntu、メインは Ubuntu と Debian ですね。あと、ラズベリーパイ OS というような形で、え動作するような仕組みになってます。で、Windows に関しては、コンテナ環境が、最新で今提供されるようになりまして、今後はそちらの方で、Windows 上に、Hyper-V ですね。Hyper-V の、仮想マシンを立ち上げて、そちらで、Linux、多分、ベースは Ubuntu か何かかと思うんですけども、が動いているような形ですね。WSL とか、ああいうのが動いているような感じと思っていただければ分かりやすいかと思うんですけども、一つ、こちらの、Azure IoT Edge for Linux on Windows というものに関しては、Windows から見ると、アプリケーションのような形でインストールできたりします。はい。よいしょ。でですね、今はですね、動くデバイスとしましてはですね、ここに上がってるもの、私が実際にこう試して動いたものを今上げてるんですけども、ラズベリーパイの、2ですね、2以降3、4に関しては、問題なく動く状態ということですね。あとですね、NVIDIA のジェットソンナノですね。ナノシリーズ。ナノが動きますので、多分、TX2 とかあの辺でも動くんだろうと思うんですけど、ちょっとさすがに、そこまで見れてないんですけども、ナノではちゃんと動いております。あと、ベーグルボーンのグリーンっていう、あと、同じハードウェアでブラックというのもありますけども、ブラックはちょっと手元にないもので試せてないんですが、グリーンでもちゃんと動作しました。あと、このセッションのために急遽用意したのが、パイン A64 という、えっと、パインというですね、ボードがあるんですけども、そちらの方ですね、でも試してみたんですけども、こちらでもちゃんと動きました。あとですね、あまりメジャーじゃないかもしれないですけど、ナノパイネオ2という、小さいすごく小さいボードがあるんですけど、そちらの方もですね、えっと、動いております。で、私自身が、試してみたのはこちらの方の、ボードになるんですけども、感触としては、シングルコンピューターボード系であれば、Ubuntu とか、Debian 系のシステムが動くものであれば、ほぼ、問題なくインストールできて、動作させることができるんではないかなと思っております。若干、Ubuntu に関してはですね、システムによってちょっとドキュメント通りやっても、インストールできない場合があったりとかしまして、ちょっとだけ、パッケージの方を入れ直すとか、そういうことが必要だったりしました。あとですね、この今、上がってる、えっと、ボードの中でですね、えっベーグルボーンだけがどうしても OS が32ビットしかなくて、64ビットの OS がちょっとあるのかどうかわからないんですけど、見つからなかったですけど、残念ながら、ベーグルボーン以外、ベーグルボーンは32ビット OS でしか動きません。それ以外のですね、ボードに関しては一応64ビットの OS 入れていただければ、ちょうどラズベリーパイ OS もですね、64ビット最近、メジャーデビューというか、正式に出ましたんで、そちらの方を使えれば64ビット環境での、動作というのができるようになっ
っております。はい。よいしょ。ちょっとセントラルまで行っちゃいました。セントラルまで、ちょっとすいません。ラズベリー、IoT エッジの方ですね、ボードに関してですね、あの、そうですね、64ビット、なぜ64ビットっていう話をしているかというと、64ビットの方がですね、あの、試してみますと、いろいろ、ええ、かしも追加のモジュールが使えたりとか、で、あまり知ってる方どれぐらいいらっしゃるかわかんないんですけども、64ビットの OS で、かつ、メモリーが、1ギガバイト以上あればですね、SQL サーバーの、SQL サーバーエッジという、Azure SQL エッジという、IoT エッジ向けの、データベースモジュールがもうすでに提供されています。で、それが、条件が合えば、普通に入力、インストールできまして、普通のLinux ボード上で、SQL サーバーが使えてしまうという環境が出来上がりましたね。あの、残念ながらコマンドラインでコントロールはできないんですけども、MS SQL マネージメントスタジオが普通に使えたりとかということで、あの、それほど、ハードな使い方はできないんですけども、デバイスのデータを一時的に、データベースに書き込むとか、といったような感じでの使い方っていうのは、条件ですね、ハードウェアの条件が許せば簡単にできるような仕組みになってたりしますね。これはなかなか、あの、最近では新鮮な、え状態というか、新鮮な、感じを受けましたね。はい。IoT エッジに関しては、一体こういうような形の、話になりますけれども、今、どれぐらいの方がいらっしゃるかちょっとわからないんですけども、実際に IoT エッジ使ってらっしゃる方って、今聞いてらっしゃる方どれぐらいいらっしゃるんですかね？何かリアクションしていただいてもいいですし、なんか使ってるよっていう方があれば、チャットにメッセージ入れていただけると嬉しいんですけどもね。どうですかね。あの、今回のビルド、まだちょっと IoT エッジ絡みのネタがあまり出てないんで、最近あまり使われてないのかなという、ちょっと悲しい部分もあるんですけどね、どうなんですかね。日高さん使ったことありますか？IoT エッジは。使ってますけれど、バージョンアップについてってないんですよ、私。ああ、そうですか。結構まあ、バージョンアップがあるんで、1.1使ってれば大体大丈夫は大丈夫なんですけどね。そうですね。だからそういう意味で常用してなくて、実験環境で使っはて、い。で、その評価だけしてるって感じですかね。ああ、そうですかね。使えるようだといろいろ便利は便利かなっていう感じでそうなんですよね。すよね。お客さんとこ提案してるんですけれどもね、結構逃げうん。られちゃうパターンが多くて、あと提案し今、て、デモして終わりといううん、パターンが多いですね、今のところうちは。ボードが手に入らないんですよね。ラズパイが全然手にそう、入らないんで、なかなそうそう、かちょっともうそれもあります。はい、はい。ですね。使ったことない。そうです。ぜひ、もし手元にラズパイがあれば使っていただくと、ドキュメント通り、やっていただければ簡単にインストールできますのでね、ぜひぜひ使っていただきたいなと思いますね。はい、じゃあですね、次の、話題に行きたいと思いますけども、Azure IoT Central、IoT エッジと何がちゃうねんというと、すいません、私、関西のもんなんで、関西弁がたまに出ますけどもね、気になさらずに聞いておいてください。IoT セントラルっていうのはですね、これはそうですね、アプリケーションプラットフォームという言い方をするんですかね。iPaaS っていうんですかね。だから、あの辺の言い方僕よく知らないんであれなんですけども、IoT の仕組みを作ったときにですね、特にクラウドとデバイスと連携させる場合にですね、デバイスの方はなんとかなるけど、IoT 側クラウド側どうしようって悩むことが多いです。実際にIoT エッジもですね、IoT エッジはあくまでもデバイス側の仕組みになるんですけども、クラウド側は
ぱりAzure IoT Hub であるとか、Stream Analytics であるとか、あと、データベースのバックエンドどうするかっていうので、結構いろいろ悩まなきゃいけない部分があるんですけども、Azure IoT Central 使いますとね、クラウド側はほとんど、考えなくてもいいというか、もうすでに出来上がってます。で、あとはデバイスを何すればいいのかっていうのを考えるだけで、簡単にできるような仕組みになってますね。で、じゃあ IoT セントラル、こちらの方もドキュメント見ていただければ説明全部出てるんで、詳しくはそちらを見ていただくのが一番いいんですけども、使えるデバイスというのがですね、いくつかありまして、実は、IoT セントラルと対応できるデバイスのうち、IoT エッジですね、先ほど最初に出た IoT エッジ、そのまま実は、セントラルにつなぐことができます。で、セントラルにつなぐことができるということは、IoT エッジにつないだセンサーのデータを、IoT セントラル用のデバイスとして、登録してあげるだけで、ちょうどダッシュボードですね。で、センサーデータを受け取って、ウェブ上で表示させるであるとか、あと、グラフ表示させるとかっていうのが、ごくごく、えー簡単な手順で、表現できるようになってますね。で、あと、あまり使うかどうか微妙なんですけども、実はデバイスでスマートフォン、こういうスマートフォンはですね、Android 端末であるとか、iOS 端末になるんですけども、こちら、実はアプリがもう普通に出てまして、アプリをインストールすれば、スマートフォンからのデータを、IoT セントラルに送って、IoT セントラルのアプリケーションですね、送って、データを収集したりとか、表示させたりということができるようになってます。で、あと、使えるものとしては、TLS と SSL 通信が可能なマイコンボードというものがあれば、大概のものはもう使えますと。これは、こちらの方になりますとね、ちょっといくつか制限というか、デバイスをいろいろ書かなきゃいけない部分が出てくるんですけどもね、決められたパターンがありますので、それほど難しくはないですね。林さん、よいしょ。すいません。はい。ちょっとはい。コメントの私タイミング逃したんですけどはい。も、はい。はえい。IoT エッジのことだと思うんですけど、入ってます、メッセージ。こんな身近な端末で使えることを知りませんでしたっていうことで、これちょうどおはい。はい。話が、IoT エッそう、ジからセントラルに移った頃のそうコメントいたですね。はい。だいたんです。はい。はい。ではい。すから、ちょうど、ちょっと、セントラルでもさまざまなデはい。バイスサポートされてそうるっていうことでですね。すよね。はい。IoT の方 IoT IoT デバイスとして使ったものが、そのままセントラルに登録できるといったような感覚ですね。でいけますのでね。多分、こちらメッセージ、木本さんですかね、入れていただいた方は、多分エッジの方の話だったと思ったんですけど、タイミング的に僕は。そうですね、はい。そう思ったんですけどね。はい。あの逆にセントラルうん。はあれですよね、IoT エッジ積まなくても動くやつがあるわけですよね。そうですね、はい。IoT エッジもいけますし、IoT エッジが乗るボードとなると、やっぱり Linux 系のボードなんで、ちょっとリッチな環境ですけども、それ以下の、この後出てきますけども、そっかそっか、その具体話するんだ。しますはい、します。はい。使えるものとしてはですね、IoT デバイス SDK が提供されている言語でいろいろ書けますよと、.NET、Python、Node.js、Java、C といろいろありますね。あと、ベアメタル系で言うと、Azure SDK for Embedded C というのを使うと、ベアメタルのモードでも対応できますよ。ということですね。で、すいません。私、その辺は、ベアメタル系はちょっと苦手なもので、ほとんどやったことがないんですけども、あの、手軽にやるのにはですね、実は M5 スタックシリーズというのがありますけども、M5 スタックの、UI フロー、ブロックプログラミング環境ですね。実はこれすごく簡単にできます。というか、Azure、IoT セントラル用のブロックがもう用意されてるんですね。なので、もう単純に、決められた、あの、ID とかパスワードとか入れてあげると、すぐに繋がってセンサーのデータを送ることができる。で、あともう一つですね、.NET ナノフレームワークというのが、これは実質は上の .NET にも含まれてくる場合もあるんですが、ちょっと、上の .NET は .NET Core
とか、そちらの方になるので、もうちょっとリッチな環境ですけども、ドットネットナノフレームワークとなりますと、まあ、ESP32 系のボードであるとか、もうちょっと、えっと、プアなわけじゃないんですけど、もう少しOS が載ってないような、タイプのボードに対応するというような形になりますね。よいしょ。この中で実際に入手しやすいデバイスとして、いくつか挙げますと、今現行ですね、国内で入手しやすいのは、アルディの MKR の Wi-Fi1010 というやつ。これは普通の Arduino ボードになります。で、Wi-Fi 付きのものですね。あとですね、ESP32 の搭載されているボードが、いくつも出てます。秋月等で売っていますね。デブキットのタイプ C ですかね。なんかは全部含まれますし、フェザーボード等もありますね。32が載ってるものは結構あります。あと M5 スタックシリーズは多くの、最新の Core2 から始まって、スティックとか、アトム系なんかもちゃんと動きますし、スタンプも、ちょっと一時使いづらいですけども、いけます。ただし、スタンプのディスク V に対応しているやつは、ディスク5に対応しているやつはちょっと無理ですけどもね、現行。はい。よいしょ。で、あまり時間がなくなってくる。で、ドットネットナノフレームワークという、これ聞いたことある人どれぐらいいるのかなという、すごく気になるんですけども、あの、ドットネットナノフレームワーク、これはですね、ドットネットは多分皆さんご存知だと思うんですけども、それのサブセットというか、マイクロコン、マイコン系ですね。マイコン系システム向けに、少し、あの、軽くですね、CLR とかあの辺を軽くしたものですね。昔、マイクロネドットネットマイクロフレームワークですか、ややこしい。ナノじゃなくてマイクロっていうのがあったのを覚えていらっしゃる方いますかね？あの、あれは4点ドットネットフレームワークの4シリーズ系をベースに、軽くしたやつかな、があったと思うんですけど、それを全部再構築して、今のドットネットの、これは6ベースになると思うんですけども、6ベースで、かつ、マイコンシステム向けに、ブラッシュアップした形での、えっと環境を、ファームウェアを含めて提供されています。で、こちらの方ですね、オープンソースプロジェクトという形で全て公開されてますね。簡単に、ソースコードか何か見れたりで、現在メインで対応しているのがですね、ESP32 系。これ、ESP32 の、開発元、あれは何と発音するんですかね。ええエリエリプスですかね。正確な、あの、発音ちょっとわかんないんですけども、ESP32 の開発元が、強力に、えっと、あと、手伝いというか、開発に携わってますので、すごく、えーあれですね、開発熱心というか、すごく更新頻度が速い状態で、リリースされてます。あと STM の32シリーズなんかにも対応してたりしますけどもね。はい。で、特徴としては、こちらの方、ドットネットナノフレームワークの方ですね。ホームページにも書いてホームサイトにも書いてるんですけども、マイコン用の C# アプリケーションを作れる環境を提供するんだというのが、もう第一にやってるみたいな感じで、実際に、C# で簡単に書けますというか、C# のアプリケーション書ける人にはすごく簡単に作れますよというような感じになってますね。はい。もうあと5分しかないですね。あっという間、これもう、スライドの方終わってしまいましたけども、ナノフレームワークに関して言いますとね、ドットネットナノフレームワークで、ググっていただきますと、あの、ホームサイト、ウェブサイトの方出てきます。残念ながら、日本語でほぼデータが情報が提供されているところがないもので、実際に
その辺の記事、ナノフレームワークの記事書いてるのも実は私ぐらいで、ほとんどの人が誰も書いてくれてないんですね。更新、実際のレポジトリの更新なんかは、ほぼ、毎週なんかいろいろ変わってるみたいなんですけど、なんか日本ではあんまり広まってなくて、あの、これを聞いてちょっとでも興味持った人がいれば、ぜひぜひ触ってみてほしいなと。手元に ESP32 の何かボードなり、M5 スタックなりがあれば簡単にできますので、ぜひやっていただきたいなと思います。ナノフレームワーク、触ったことある人っていらっしゃいますかね？どれぐらいいらっしゃるのかな？すごくそれも気になるんですけど、初めて聞いたっていう人いるのかな？どうなんでしょうね。日高さんどうですか？知ってました？いや、知ってますけど、私、触ってない。マイクロフレームワークにどっぷり使って、だいぶ痛い目にあったんで、ちょっと横目で見ながら触らないできたんです。ああ、これですか、そうですか。あ、環境は今、ビジュアルスタジオはどれがサポートされてるんですか19と22ですね。？22もいけてどちらるんですか？22でも動きましたね。はい。あ、そこはすごいですね。うん。マイクロフレームワー一応クの時は、あれがストレた一つの原因は、ビジュアルスタジオの対応がどんどん遅れてかれて、それでだんだん消えたっていう、そういう痛い経験をしてるんで、ああ、最新のビジュアルスタジオサポートされてるんだったら、それは素晴らしいですね。うん。ちょっとそこは22で普興味を。通に、はい、いけましたね。あアドと、オン入れて。はい。その辺も一緒です。特に問題どちらでもいけるような感じでしたね。差はなかったです。あとああ、そうですね、素晴らしい。一つ、ちょっと注意点があるとすると、ファームウェアと、えっと、エクステンションのバージョンというか、そちらの方、ヌゲットパッケージで入れるバージョンを気をつけないとちょっとエラーが出てあ、止まっちゃあうっりますね。ていうのはあるんで、まあ、最ドットネット系は新のうん。はい、最新のプレビュー版であっても、まあ、最新にしとけば大概動きました。はい、今のところ動いております。はい。ということで、もう時間がアンケー迫っト来てきたので、てますよ。アンケート来てますね。はい。チャット欄の方ですね、見ていただいて、アンケートの、URL 出ておりますんで、まあ、ぜひそちらの方ですね、か回答していただければ、嬉しいです。はい、コメントチャット来ました。来ましたね。日高さんのセッションを拝見して、マイクロフレームワーク。それは、5、6年前の話をされて、今頃されてると思うんです。一これ、回ナノフレームワークを触ってみてください。中間言語インタープリターで動くのは一緒ですよね、結局、そうです、コンパイル一緒しないで。ですね。はい。インタープです。リターも、ただ、マイコン向けにちゃんと作り込んでありますね。で、何がいいかっていうと、やっぱりアルディーノ系とか違って、ちゃんとデバッグができる、ブレイクポイントとか全部普通に設定できるああ、んで、それはマイクロフレームワークの時からも C シャープのソースコードでピタッと止まって変数見れうん、るのは素晴らしいいいですと思ってましですよね。たよ。ええ、ちゃんとデバッガー乗ってます。システムの中に入っそう。てますんで。デバッキングがすごく楽ですね。他のアルディーノとかと比べても、全然楽じゃないかなとあの、いうふうにいわゆる思います。ソフトウェアエンジニアリングに集中できるというかね、ソースコーはい。ド、はい。かなり凝ったマイクロフレームワークの時と変わってないと思うんですけど、かなり凝った C シャープのコードでもちゃんと動きますからね。そうですね。あと、そうそう、開発としIDE としてはですね、ビジュアルスタジオコードも OK です。あ、そっか、コードで VS もコード書けます。今だったらあるから。VS はい、VS コードでもいけます。なので、Mac の方でも開発できるかなとは思いますけど、ちょっとそこまでやってないんですけどもね。はい。あのそちらの方もぜひぜひ、これを聞いてちょっと興味が湧いた方がいらっしゃれば、触っていただければ。日本語の情報があまりにもなくて、というか仲間がいなくて寂しいので、ぜひぜひ誰かなんか私一緒誘ってます？ちょっと、林さいや、でも日高さん忙しそうだから、他の方ん。いや、でできれば。そうですね。松岡さんやりたいなとかっていう話もちらっ